爆速攻略資源無限のブルカヌス。突然ですが皆さんに質問です。これまで腐敗と戦うブレバの攻略方法を解説しましたが、次はどこの惑星の解説動画をご覧になりたいですか？事前にアンケートしましたところ、堂々の第1位はブルカヌス。溶岩から無限に資源が作れて楽しいですよね。でもうっかりデモリッシャーの縄張りに入ってしまって絶望したことありませんか？せっかく建てた工場を一瞬で破壊されるあの悲しみ、もう味わいたくないですよね。そこで今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が少ない資源だけで安全にデモリッシャーを完封する駆除テクニックや、限られた土地でも実現できる鋳造炉を使った高効率の電子基板工場の作り方などを徹底解説します。これを見れば厄介なタングステンも溶岩も皆さんの思いのまま、今回も長編の動画になりそうですので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、ブルカヌスには何を持っていく？まずはブルカヌスに何を持っていくのか、私の最適解を解説します。ブルカヌスはグレバと違って工場建設が軌道に乗るまで多くの材料が必要です。なので私が持っていく材料は少し多めです。まずは鉄板1000枚、銅板1000枚、鋼材800本です。これだけ運んでもロケットの打ち上げはわずか3回で済みます。これらは組み立て機や化学プラント、ソーラーパネルなどをハンドクラフトするために使います。次はロボットフレーム450個と電子基板2000個、発電基板1000個です。完成品のロボットはロケット打ち上げ1回で50機しか運べないので、450機を運ぶとなると9回も必要になります。しかし中間素材で運べばわずか5回で済みます。しかも余った電子基板や発電基板はバッファーチェストや要求チェストなど他のアイテム製造のためにも使えます。さらに電気炉50個です。ブルカヌスは手軽に集められる燃料が少なく、石の炉の運用は困難です。そこで電気を使う電気炉を持ち込み、序盤の鉱石の精錬を一気に進めます。生産性モジュール2と生産速度モジュール2をそれぞれ100個持っていくのもポイントです。ブルカヌス固有の資源である方解石と大量に採掘できる硫酸を使って序盤から原子力発電並みの電力を確保できます。モジュールで生産速度を底上げすると少ない設備で大量のアイテムを素早く生産できます。最後は広域電柱100本とロボットステーションです。これらは中間素材で持っていくよりも効率よくロケットに積載できます。また生産に時間もかかるのでナウビスで作り置きしたものを持っていくのが便利です。以上が私の考える最適解です。ところで皆さんはどんなアイテムを持っていきますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター2、武器は不要、建設特化装備で着陸。アーマーは装備したままロケットに搭乗できますので、装備グリッドにはモジュールを満載して出発します。私のおすすめモジュールはこの通りです。まず携帯電子炉2個と個人用バッテリー2個で電力を安定させます。次に携帯ロボットステーションを6台です。後ほど解説しますが、これで序盤の資源回収が非常に楽になり、拠点立ち上げを早くできます。最後は強化外骨格5台です。これだけあればブルカヌスの強敵デモリッシャーを簡単に攻略できるスピードが手に入ります。ちなみにブルカヌスでは武器を使いません。デモリッシャーは別の兵器で駆除します。これについては次回以降の動画で解説します。ブルカヌスではマップの赤い部分、デモリッシャーの縄張りに入らなければ敵が攻め込んでくることはありません。そのため建設に特化した装備で臨めば問題ありません。ナウビスやグレバと違って先住民を気にせずマイペースで工場建設できるのが魅力の一つです。
チャプター3、間欠泉で硫酸を採掘。アイテムを回収したら、まず最初に行うのは、建設ロボットのハンドクラフトです。後でロボットステーションでも使うので、150機を作っておきます。ロボットフレームを一度廃棄スロットに入れて、インベントリに150個だけ取り出しておけば、シフトキーを押しながら左クリックで、ぴったり150機の建設ロボットが作れます。右クリックを30回連打する必要がないので、便利です。次は、硫酸の間欠泉をマップで探します。このマップでは、右下部分にありました。埋蔵量は驚異の 8400% です。これだけあれば、最後まで硫酸に困ることはありません。硫酸の間欠泉に到着したら、解体プランナーで一体を整地するとともに、火山岩や噴気口から資源を回収します。巨大な火山岩からはこれだけの資源を、煙突状の噴気口からはこれだけの資源を回収できます。そのため、こんなに狭い範囲でも、これだけ多くの資源が回収できます。次に行うのは、ポンプジャックによる硫酸の採掘です。まず、ポンプジャック、ソーラーパネル、そしてタンクをハンドクラフトします。次に、広域電柱とともに、このように設置すれば完成です。ブルカヌスは太陽に近いので、ソーラーパネルの発電量は、ナウビスの4倍、240kW です。なので、生産速度モジュールで、生産速度を上げておきます。この後、たくさん使うので、パイプを500本ほど、ハンドクラフトの球に入れておきます。建設ロボットのハンドクラフトと同様に、鉄板を一度、廃棄スロットに入れてから、500個だけ取り出して、シフトキーを押しながら左クリックすると便利です。チャプター4、崩壊石と硫酸で 25MW を発電。次は、ブルカヌス固有の資源である崩壊石の鉱床を探し、今後の工場建設のために広域電柱を張り巡らせます。このマップでは崩壊石の鉱床は硫酸の間欠泉エリアのすぐ左下部分にありました。まず硫酸の間欠泉の時と同様に解体プランナーで整地します。インベントリが溢れてしまうので採集した鉱石は廃棄スロットに入れておきます。次にグレバのマップを開いて広域電柱とロボットステーションの網の目の一つをシフトキーを押しながらコピーします。今後も何度か使うので必要な設定をしてクイックスロットバーに入れておきます。この網の目をグリッドと呼んだりします。作り方はグレバ編で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。まだ工場の電力が不十分なのでロボットステーションを右クリックで除外して最後はコピーを作成のボタンをクリックします。これで広域電柱のブループリントが完成です。このブループリントを使って最初のグリッドを張り巡らせていきます。まずは広域電柱だけのグリッドを崩壊石を囲むように設置します。シフトキーと左クリックを押しながらドラッグして崩壊石、硫酸、石炭のエリアをつなぐように設置していきます。広域電柱の設置が終わったらいよいよ発電所の設置です。まず電動掘削機、化学プラントと蒸気タービン4台をハンドクラフトします。次に広域電柱を追加で設置してパイプをこのように並べて電動掘削機と化学プラントを設置します。崩壊石が掘削されると崩壊石処理がアンロックされるので化学プラントのレシピを3の中和に設定します。化学プラントにパイプで硫酸を引き込み蒸気タービン4台を設置すれば完成です。なんとこれだけで約 24MW の電力を得ることができます。これは蒸気機関27台分に相当します。これだけの小スペースでとんでもなく大きな電力を作れるのもブルカヌスの楽しさの一つです。チャプター5、解体プランナーと電気炉で鋼材生産。発電体制がバッチリ整いましたのでブルカヌスの資源の扱い方に慣れることも兼ねて電気炉で中間素材を作ります。まず電気炉を48台並べます。次に設置が終わったら
これまで集めた鉄鉱石、銅鉱石、石を全て投入します。鋳造炉の材料である鋼材を用意するために鉄板をたくさん消費します。そのため鉄鉱石の電気炉には生産性モジュール2を挿入しておきます。これだけ大量の電気炉を同時に稼働させても電力にはまだ余裕があります。この余剰電力を生かして次はロボットステーションを設置します。ロボットステーションを置きすぎると停電になってしまうので、グレバから持ってきたブループリントの四隅にあるロボットステーションは削除します。これを広域電柱のグリッドに重ねるように設置してシフトキーを押しながらドラッグし、ロボットステーションのゴーストを追加設置していきます。ハンドクラフトした貯蔵チェストを10個ほど設置してロボットステーションと広域電柱を格納すれば準備完了です。ロボットステーションに建設ロボットを100機入れると、あとは建設ロボットが自動でロボットステーションを設置してくれます。ブルカヌスの立ち上げにはまだまだ資源が足りないので、建設ロボットで資源を回収していきます。解体クランダーをクイックスロットバーにセットして右クリックで開き、木と岩のみにチェックを入れます。リモートビューを開き、この解体クランダーを使って緑色の領域全域を左クリックでドラッグすると100機の建設ロボットがゆっくりと時間をかけて範囲内の全ての資源を回収してくれます。貯蔵チェストを多めに設置したので資源の種類ごとに整理して保管されます。チャプター6、炭素を集めて炭化タングステンを生産。序盤の生産体制が整いましたので、ブルカヌス最強の生産設備鋳造炉を建設します。まずは炭化タングステンの生産を行います。最初は材料集めです。炭化タングステンの生産に必要なタングステン鉱石はすでに十分集まっています。もう一つの素材である炭素は少し遠征して回収する必要があります。解体プランナーを開いて灰原の木と燃えている灰原の木をセットします。これを使ってこのように解体していくと炭素が回収できます。ちなみにリモートビューの赤い領域はデモリッシャーの縄張りですが、建設や攻撃をしなければデモリッシャーが襲ってくることはありません。なのでデモリッシャーは気にせず炭素を集めます。炭素が集まる頃には電気炉の生産が完了していますので、電気炉から鉄板や石レンガなどを回収します。回収できたら建設ロボットが集めてくれた鉱石を再度投入します。そして組み立て機にを8台ハンドクラフトして設置します。組み立て機には生産性モジュール2を挿入しておきます。レシピを炭化タングステンに設定して炭素とタングステン鉱石を投入すると炭化タングステンの生産が始まります。炭化タングステンは材料がなくなるまで生産しましょう。次は鉄筋コンクリートを生産します。まずは組み立て機2のレシピ設定を鉄筋に変更して鉄筋を生産します。次に化学プラントをハンドクラフトして設置します。レシピ設定を蒸気凝縮に変更してパイプラインを敷設します。鉄筋が出来上がったら組み立て機2のレシピ設定をコンクリートに変更します。最後に鉄鉱石と電気炉で作った石レンガを投入し完成を待ちます。コンクリートの生産は時間がかかるので生産速度モジュールを挿入するのがおすすめです。最後は鉄筋コンクリートの生産です。コンクリートが出来上がったらパラメーター機能を使ってレシピ設定を鉄筋コンクリートに変更します。鉄筋と鋼材を投入して鉄筋コンクリートの完成を待ちます。チャプター7、鋳造炉と潤滑油で鋳造炉を大量生産。ここからは鋳造炉の生産に必要な最後の材料潤滑油を作ります。まず石炭の鉱床に移動して電動掘削機2台を向かい合わせに設置します。電動掘削機の間に立って F キーを押し続けるとインベントリに石炭が溜まっていきます。電力には余裕があるので生産速度モジュールを挿入すると
時短になります。石炭が100個ほど溜まったら崩壊石の交渉の拠点に戻って組み立て機と化学プラントを回収し、原油生成所をハンドクラフトします。原油生成所を硫酸のパイプラインに接続するように設置して、レシピ設定を簡易石炭液化に変更します。そして電動掘削機を設置して原油生成所に石炭を投入すると重油の生産が始まります。次に化学プラントを設置してレシピ設定を潤滑油に変更。最後に組み立て機を設置してレシピ設定を中増炉に変更し、必要な材料を投入すると中増炉が完成します。組み立て機ごと回収して中増炉を設置します。レシピ設定を中増炉にして生産を行います。中増炉の生産ボーナスはなんと 50% です。中増炉2つ分の材料で3つの中増炉が作れます。しかも生産速度は4なので、生産ボーナスと合わせれば組み立て機2の8倍の生産速度です。足りない鋼材は電気炉で生産します。材料の投入を繰り返し、ここで20個ほど作ってしまいます。ちなみに中増炉はこれだけあればブルカヌスを攻略できます。中増炉があれば電気炉はもう使いませんので、ここで解体して工場用地を確保しておきます。これで工場拡大の準備は完了です。次回からは中増炉を使って狭い敷地でも他の惑星に比べて圧倒的な生産力を誇る工場を作っていきます。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？お気づきの点やご感想などがあればぜひコメント欄で教えてください。いただいたコメントは全て拝読し、動画制作の励みにさせていただいております。ご質問やご要望もお気兼ねなくお願いします。全力でお答えいたします。次回も皆さんの工場建設のヒントになるような情報をお届けします。お見逃しのないようチャンネル登録と、もしよろしければ高評価で応援をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。